ご視聴ありがとうございます。今回は大変貌を遂げた駅のご紹介です。路線の延伸と新規開業で役割を増した駅の歴史、そしてまだまだ続く工事を解説します。輸送量を確保するための裏技と、開きっぱなしのホームドア、なぜかスカスカな駅ビルの秘密に注目です。私が今乗っているのは、東急東横線の下り列車です。赤いラインカラーの東横線は、東京の渋谷と神奈川の横浜を結ぶ路線で、両端の駅で他車線に相互乗り入れしています。また、田園調布から日吉の間では目黒線と並走し、複々線になっています。武蔵小杉駅を出ると、複々線の外側にあった東横線だけが高架線で残り、目黒線は地上に移ります。この位置関係は、次の元住吉駅の手前まで続きます。これは、この駅の周りにある元住吉検釈への入出庫線をつなげるためです。2006年に高架化されるまで元住吉を始発終着とする列車がありましたが、高架化によって検釈と直接行き来できなくなるため、そうした列車はほぼなくなりました。また、検釈から下り方面へスムーズに出発できるよう、東横線の下り線に直接つながる線路があります。下り勾配からの上り勾配を駆け上がると、今回向かう駅、複々線の終点である日吉駅です。この勾配もかなりきついですが、地形の勾配の方が急なため、日吉駅自体はほとんど地下にあります。列車を降りた様子がこちら。構成の都合上、先頭に移ります。1番線、東横線の下り線側にはフェンスがしっかりありますが、隣の2番線側には仮設のフェンスが並んでいます。東横線、横浜市営地下鉄グリーンライン、ご利用の方はお乗り換えで。そしてこの部分ごとに声の高さや調子の異なるアナウンス、路線の延伸などを経て放送を部分的に修正したのが原因です。そして停車しているのが相鉄東急直通線に乗り入れる急行新横浜行きです。去年3月に相鉄東急直通線が開業するまで目黒線の列車は全てこの駅で折り返していました。新線が開業した後も全ての列車が直通するわけではなく、案内ではいかにも一本化したように見えますが、この駅で折り返す列車があります。また、直通列車があるのは東横線も同じです。ただし、相変わらず横浜方面の系統がメインなので、直通列車は日中1時間あたり2本だけで、停車駅案内にも、東急新横浜線へは急行の一部列車が乗り入れます、の注意書きがあります。日中1時間あたり14本ある東横線の列車のうち、新横浜方面に行くのは2本だけです。新横浜方面の時刻表がこちら。日中は1時間あたり6本が乗り入れるものの、うち2本は新横浜までで、相鉄線には直通しないです。今年3月のダイヤ改正で、各駅停車が毎時2本直通するようになったものの、それらも新横浜行きのため、相鉄に直通するのは半分だけです。運転間隔も、最短7分、最長23分と結構ばらつきます。ホームの柱にはこのような掲示が、相鉄東急直通線の工事に伴い、上り寄りに停車していた目黒線の列車の停止位置が2両分ほど下り寄りにずれます。ホームの真ん中ではないのは、この辺りに改札への動線があるからです。上り寄りに進んで最初にある階段を上がります。途中にはこんな掲示がありますが、それは一旦置いといて、目黒線の始発列車に狙って乗る人も多いので、柱にはこのような注意書きがあります。改札機がずらりと並び、人が絶えることがありません。改札を出ます。正面には超巨大な吹き抜けが、拠点駅の改札前の空間を余らせるとは贅沢な作りですが、もちろん理由があります。そしてここで後ろを向くと、道路を挟んで反対側に、慶應義塾大学の日吉キャンパスがあります。この駅が開業したのは、1926年、大正15年2月。開業10年後には、線路4本、ホーム2つに改造され、線路の上に駅舎が乗る形態になっています。当時はまだ線路の上に駅ビルなどはなく、掘割のような構造でした。1964年には、当時の営団地下鉄日比谷線との直通運転のため、下り寄りの貨物線をなくし、引き上げ線が2本作られています。この頃も、改札につながる動線は下り寄りにあるのがわかります。88年3月には、駅の地下化を中心とした改良工事がスタート。
まずは敷地西側に地下線を建設し、順番に設備を移設する流れでした。そのために線路とホームを減らし、折り返し線も一時的になくす必要があったため、この駅での待ち合わせは隣の元住吉駅での通過待ちに変更され、日比谷線直通列車の折り返しもできなくなるため、それらは3つ隣の菊名駅まで運転されていました。この改良工事は90年11月に完成し、工事着手前と同じ設備が復活し、日中の日比谷線直通列車がこの駅での折り返しに戻されました。その4年後、95年7月には、駅の真上に東急百貨店が完成しています。あの巨大吹き抜けができたのもこの時ですが、この理由が明らかになるのは、まだまだ先の話です。2003年3月には、新設された通勤特急の停車駅になりました。この3年前には、JR の湘南新宿ライン開業を見据え、特急の運転が始まっていましたが、日吉駅は停車駅ではありませんでした。特急と通勤特急の違いは日吉に止まるかどうかだけで、この駅の重要さがわかります。2007年8月には、目黒線の武蔵小杉日吉間の延伸に伴い、東横線の待ち合わせなどは再び元住吉駅での通過待ちに変更され、日比谷線直通列車は終日菊名駅折り返しになりました。2008年6月には、目黒線が延伸開業しています。そしてこの間、2008年3月には、横浜市営地下鉄グリーンラインが開業しています。横浜市営地下鉄2番目の路線であるグリーンラインは、日吉と中山を結び、横浜市の郊外を環状につなぐ路線の一部と位置づけられています。開通したのはこの区間だけですが、年々乗車率が上がっており、特にラッシュ時の混雑が限界を迎えつつあるため、4両編成から6両編成への増結も進んでいます。そして、駅ビルに大きな吹き抜けがあるのは、グリーンラインの建設を見越したものです。東急線の真下に構造物を後から作るため、多重がかからないようになっているのです。グリーンラインの駅は東急線の構造物を支えながら建設されたほか、終端部が慶應義塾大学の敷地にかかっています。さらに去年3月には、相鉄東急直通線が開業。東横線だけで始まった日吉駅は、4路線が集まる駅になりました。東急線の1日平均の乗降客数は、3路線合わせて17万9000人余り。東横線だけだと12万7000人ほどで、これは特急が止まる菊名や自由が丘よりも多いです。ちなみにこの吹き抜けのたもとには、謎の玉があります。これは呼吸地蔵という名前で、駅のシンボルという位置づけです。京王線の間では銀玉と呼ばれており、定番の待ち合わせ場所だそうです。色が金色だったら危なかったですね。日吉駅は、この吹き抜けから光が差し込む明るい雰囲気が理由で、第3回の関東の駅100選に選ばれています。街道が駅の横にくっついていた東口とは異なり、西口は駅前から道路が放射状に伸びています。この道路にはバスが通ることもあり、西口の真ん前には降車専用のバス停があります。乗り場までこの付近に集めるのはさすがに無理があるので、駅の周りにバスターミナルがあり、近隣へと向かうバス便が発着しています。改札内に戻ります。そして、ホーム下り寄りに残る改造の痕跡。もともと駅の下り寄りには目黒線の折り返し線が2本あり、上下線をつなぐポイントがその間にありました。相鉄東急直通線の建設にあたり、敷地の幅自体は簡単に広げられないので、引き上げ線を1本に減らした上で線路が作られました。この工事に伴い、下り寄りにあったポイントを上り寄りに移動させることになり、列車の停止位置がずれたというわけです。そしてこちらが、相鉄東急直通線に乗り入れる列車の後面展望です。工事の過程で架線柱も建て替えられ、使われなくなった台座が右奥に見えます。東横線の線路は次の駅に向かって急勾配で高さを下げていますが、地表の勾配の方がきついため、線路自体は高架線になります。一方、次回のアプローチ線を同じ場所に組み込むため、こちらはさらに急な勾配が続きます。一時的に移動されたポイントはすでに撤去され、線路の周りが妙に綺麗です。1本に減った引き上げ線は、工事完了後も2本に戻っていません。ただし長さは300メートル弱に伸ばされたため、6両編成2本、または6両と8両を1本ずつ並べて止められます。実際に、このような光景も見られます。引き上げ線の奥に止まっているのは、折り返し東京メトロ南北線直通の6両編成。その後ろに、折り返し都営三田線直通の8両編成が突っ込んでいきます。
一方こんな場面もあります。引き上げ線の奥に止まっていた三田線直通の6両編成が引き上げ線の手前に移動しています。ホームに止まっているのはこの駅始発の南北線に直通する6両編成。ホームに入線するまでのリードタイムを減らすため、先行列車が引き上げ線を出たら手前に進めるようになっています。なかなか珍しいやり方ですが、限られた土地と設備で輸送力を維持するにはこれしかないです。上り寄りへと進みます。この後ろの壁に構内図があります。あの木、銀玉のある改札を経由して地下鉄に乗り換えると、実質的に屋外を通ることになりますが、ホームの上り寄りには地下通路があり、ここを通れば雨風を気にせず乗り換えられます。階段の横はこの狭さ。ここで列車を待つと乗客の動きを妨げてしまいますが、メイン改札がこの上なので、やはり人が多いです。また、この先の主要駅である菊名と横浜のメイン動線が、下り寄りに集中していることもその理由です。その奥にあるのはグリーンラインの乗り換え専用エレベーターで、上の階層には行けません。その横にはエスカレーターが、天井の高さが低く、後からコストを抑えて作った感が伝わってきます。この奥には反対向きの階段があります。上りと下りで人の流れをきっちり分けるため、動線の境にはフェンスがあり、床にもマーキングがあります。その先の柱には、衝突防止の鏡まで。こういう場所は衝突リスクが激高になるので、工事もないのに仮設フェンスまで置いて注意喚起です。先ほどのカットにもあった通り、乗り換えのタイミングではかなりの人通りがあります。これはラッシュ時に顕著で、2つの改札の間を絶えず人が行き交います。朝ラッシュのグリーンラインのホームの様子がこちら。エスカレーターに乗る人が列を作り、なかなか人が履けないです。2022年度のグリーンラインのラッシュ時の乗車率は最大 127%。東横線や目黒線よりも高いです。そして東急線の上りホームは乗り換え客も合わさって大混雑になります。特に目黒線は始発列車まで待つ人も多く、ドアの前には乗車位置案内がびっしり並びます。先発、後発、そしてその次。3列車分の案内だけでなく、並び方や移動方法のルールまで細かく決められています。朝は殺伐としているだけに、ルールを知らずに行動すると悲惨なことになりそうです。改札の近くにある案内板を見ると、グリーンラインの施設が慶應義塾大学の敷地に食い込んでいるのがよくわかります。一番出口から再び地上に出てみます。地下通路を進みます。銀玉があった東急線の改札周辺とは異なり、この辺りは閑散としています。駅の東側には慶應義塾の施設が並び、一般の住宅や商業施設が少ないのも要因です。一方、地上に出る動線には上下方向のエスカレーターが完備。エスカレーターを降りた場所の前には大学の建物があり、アクセス抜群です。ここは銀玉改札よりも地表の高さが低いのですが、振り返った場所にも上下方向のエスカレーターが完備されています。ここは東急線連絡口という名前で、看板の左には慶應義塾のシンボルマークが、側面のガラスには市営地下鉄のロゴと慶應義塾のマークが同じサイズで貼られています。再び構内に戻り、先ほど降りた乗り換え用のエスカレーターからさらに上り寄りへと進みます。メイン改札から離れるのに加え、こちらにはエスカレーターがないので人気が少なくなります。そしてここで床のタイルが変わります。東横線が8両、目黒線が6両編成だった頃、ここがホームの端でした。その後、東横線の10両編成化に伴ってホームが伸ばされたため、タイルの色などが違うのです。また、東横線のホームの端では、元からあった場所にはホームドアの下に古いタイルが残っているのに対し、伸ばされた場所ではコンクリ打ちっぱなしであるほか、側壁の作りも違います。ホームの一番端には、目黒線側だけに仮設フェンスがあります。その奥には骨組みだけのホームが、今年1月に停止位置が変更されるまで、目黒線のホームがあった場所です。上りホームにも同じようなものがあり、停止位置が変更された後、順次解体されているようです。改札の位置や旅客流動の関係上、停止位置を下り寄りに寄せた方が良いのは明らかです。相鉄東急直通線の工事が済んだら解体される運命だったのは、天井の作りを見ても明白です。そしてこの駅の最後の変化を示すものが、上りホームにあります。ホームドアが部分的に開いているのがわかるでしょうか。これは
目黒線上り列車の停止位置を後ろにずらすにあたり、ホームドアを改修したからです。先頭車の端にあたるホームドアは、乗務員が乗り降りするスペースを確保するため、ホームの内側に張り出しています。これを通常タイプに交換する必要があるのですが、交換後すぐに稼働させるのは無理なので、一時的にドアが全開の時期があるのです。なお、ここにはホームドア自体がない期間もあり、全駅にホームドアがある東急では、かなり珍しい光景でした。ホームドアが撤去された時は、10両編成がこのホームに止まれるようにするための準備という説も一瞬出ましたが、上り寄りの仮設ホームが即撤去され、その可能性はなくなりました。相鉄東急直通線の開業から1年が経ち、この駅の変化の最終盤です。ご視聴ありがとうございました。